さてと、それじゃあ始めようかな。本日のテーマは、光沢のエフェクトについてです。ボスユニットの攻撃パターンに反射レーザーを追加したので、レーザーを描画するタイミングで、何らかのエフェクトを発生させたいなと思いました。ということで、今回はシェーダーグラフを使用して、光沢ラインのアニメーションを作成してみます。まずは光沢を設定する画像のノーマルマップを作成します。今回のサンプルでは、左のような感じで、ブロックのノーマルマップを作成しました。凹凸がわかりやすいドット絵であれば、手書きでも割と簡単にノーマルマップを作成できますね。とりあえずはノーマルマップが完成したので、続いてはシェーダーグラフで光沢のエフェクトを作成します。光の線を作成する部分のノードですね。今回のサンプルではスクリーンポジションノードを使用しました。スクリーン座標を基準としてエフェクトを適用する感じです。エフェクトアングルのプロパティで光沢ラインの角度を設定します。今回の場合だとレーザーを発射したタイミングで光沢のエフェクトを発生させたいので、プログレスでアニメーションの進行度を管理することにしました。レクタングルノードで光沢ラインの幅を設定します。今回のサンプルでは光の幅を 0.2 にしました。スプリットノードで分離した成分をグラデーションとして使用します。サブトラクトノードで減算して光の線に強弱をつけました。画面の下半分はノーマルマップ関連のノードですね。最初に作成したノーマルマップを設定するプロパティと光の方向を設定するプロパティを配置しました。スムーズステップノードでグラデーションを調整しています。ノーマルマップによる凹凸を反映させる部分については、少し光が強くなるように設定しました。凹凸部分の光については、定山のノードを使用して、光沢ラインの範囲内で光るようにしています。サンプルテクスチャーノードにブロックの画像を設定しました。ブロックの画像に光沢ラインと凹凸部分の光を加算します。これでブロックに光沢のエフェクトが適用されたので、最終的な結果をフラグメントに渡します。シェーダーグラフの編集が完了したら、セーブアセットで保存します。とりあえずは光沢のエフェクトが完成したので、続いてはスクリプトでプログレスの値などを操作します。実装のイメージとしてはこんな感じ。今回のサンプルではアニメーションの進行度、光沢ラインの角度、光の向きを設定します。
光沢のエフェクトを適用するブロックについては、矢印で示した画像のように画面の上下に配置したので、上に配置したブロックは下から光が当たって、下に配置したブロックは上から光が当たる感じですね。今回の場合だとマテリアルが共通で、プロパティは個別に設定したいので、マテリアルプロパティブロックを使用することにしました。エフェクトの初期設定を行う部分ですね。とりあえずはアニメーションの進行度を0にしています。光沢のラインを描画する処理ですね。今回のサンプルではエフェクトを上下同時に発生させます。光沢の角度と光の向きについてはマテリアルプロパティブロックを使用して個別に値を設定しました。アニメーションの進行度は共通しています。4秒かけて進行度を1にする感じですね。とりあえずはアニメーションの設定が完了したので、エディター上で動作を確認してみます。戦闘開始。光沢のラインが描画されました。最初にレーザーの軌道が表示されて、2秒後に攻撃判定が発生する感じです。ブロックにノーマルマップを適用したので、光線情報がエフェクトに反映されていますね。続いては光沢ラインの角度を変更してみます。斜めのバージョンも良いですね。ということで、本日はシェーダーグラフを使用して光線情報を反映させた光沢のエフェクトを作成してみました。ご視聴ありがとうございました。